こんにちは、こんばんは。はるけです。今回はライブ TOTS ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイソン選手、そして SBC 目標で来た選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、ライブ TOTS のティアリストになってます。さすが TOTS という風なことで、合計27名ですね、の新選手が登場をしました。順に紹介をしていきます。まずは D ですね。D はですね、こちらバイヤー、そしてシーフ、ムジカ、そして女子選手、ターランド、この4名を入れました。まずはバイヤーですね。ホッフェンハイムの選手らしいですけれども、デカめな ST 選手になります。なので、空中戦とかを使っていきたいっていう風な選手になりますね。パワーヘタのプラスもついてますし、ヘディングはうまいっていう風な選手になります。ただ、フィジカルはそんなに強くないっていう、ちょっと不思議な選手になりますね。で、ラピッドのプラスも備えていて、ペースも97ありますんで、でかくて速いっていう風な選手になります。で、意外とボールもね、持てる選手ということで、やっぱさすが TOTS のカードになってくると、結構使える選手にはなってくると思います。ただ、やっぱり S 選手としては物足りない冷静さ83っていうのが厳しいのと、44っていうのも、ちょっとね、今の現環境物足りなかったりは、しますので、悪くはないんですけれども、ちょっと S の選手としては、不十分かな。もうちょっといい選手はいるかなっていう風なことでここにしました。で、そして続いてシーフですね。シーフね、個人的には守備的なボランチの選手としては使えると思うんですけど、やっぱドリブルの重さだったりとか、ちょっとペースの遅さっていうのがどうしても気にはなってしまうところかなと思います。フィジカルでゴリッといける力だったりとか、本当インターセプトとかタックルとかっていうのはすごくいいとは思うんですけど、この人も他に代わりはいるかなっていう風なところですね。もうこれぐらいも当たり前になってきて、これプラスやっぱドリブル軽かったりとか、扱いがしやすかったり、ペースも速いっていう選手が多分ゴロゴロいますので、ちょっとシーフは、そこまでかなっていう風なことですね。で、そして続いてムジカですね。ムジカもそうですね、代わりはいるかなっていう風な、ことで、こういったもジャンプが高かったりとか、ヘディングが上手くって、エアリアルのプラスもついてるんで、ヘディングとか空中戦を使っていきたいっていう風な選手になります。ただ身長はね、190センチはないんで、空中戦やるにしても他の選手でいいかなっていう風には思ったり、あとはね、パスのところの視野がちょっと低かったりとかしますので、レーサー90とか決定力に関しては高かったり、ペースも90ある、逆足も5だし、いいんですけど、代わりはいるかな。こういうの使うんだったら、一番最初に紹介したバイヤーの方が逆足は4ですけど、そっちの方がいいですね。そして続いてターランドですね。ターランドもやっぱり S のカードっていうことで OVR 高くはなってますし、逆足も5になってます。普通に強い選手だとは思うんですけど、この人もそうですね、シュート系のプレイスタイルはついてるんだけれども、特に今週なんかカーブ値低いですし、なかなか入らないっていう風な選手にはなるかと思います。あとはペースに関しても93はあるんですけれども、やっぱ女子選手、小さめな選手だったらもうちょっとあればいいなっていう風にも思いますので、スパサブとしてだったらね、結構使えるかなっていう風には思うんですけれども、この選手も他の選手でこう足りるなっていう風なことですね。そして続いては C ですね。C はですね、こちらメリーノ、そしてダビド・コスタ、オタメンディ、アレクサンドリ、ウィーバー、アルバ、この6名になってます。まずはメリーノですね。ミケル・メリーノがライブ TOTS で登場というふうなことですね。44で、デカめな中盤の選手っていう風な感じですね。能力のバランスは、すごく良くなりましたし、アップグレードされると結構強くはなれるかなと思います。ただ、やっぱりドリブルの重さっていうのは、若干、残ってはいますので、
そこの部分でやっぱり気になる人はいるかなっていうふうには思います。あとはペースね。84はちょっと現環境遅いかな。87、8欲しいところではあるので、そこのペースがもうちょっとアップグレードされていればよかったなっていうのは思います。ただまあ今週のプラスとかもね、ついてますし、割と飛び道具とかもあります。あとは予測とかテクニカルとか、結構パス面のプレイサルなんかもついてますんで、また使いようはあるっていう風な選手ですね。そして続いてダビド・コスターですね。ダビド・コスター比較的小さめな選手というか、あまり身長高くない選手にはなりますし、テクニカルのプラスもついて、スキルも5になるんで、値段はかなり安いですけれども、使いやすい選手っていう風なことで、この C ランクにしました。フィジカルの理不尽さっていうのはないですけど、多分多くの方が使いやすいと感じる選手になると思いますので、普通に扱いがしやすくて、速くて軽くてっていう風な選手なんでおすすめになってますね。スパサブとしてこの人もおすすめをしたいですし、スキルをね、あまり使わない方にとってもコントロールスプリントでいけるっていうのは非常にいいのかなという風には思います。ただもうちょっとアップグレをね、されて欲しかったなっていう風な選手ですね。そして続いてはオタメンディですね。オタメンディ、超強化っていうほどは、言ってはないかなっていうのは思います。ただ、予測のプラスがついたっていうのは素晴らしいですし、インターセプト、ブルーザー、エアリアルなんかもついてるっていうのはいいのかなと思います。守備能力かなりね、高くなっていて、リアクションレースも90を超えていて、で、パスもある程度出せてっていう風な選手になるんで、まだこの人も使いようはあるかなっていう風なところですね。ただ、やっぱもともと身長そこまで高くないからか、予測のプラスついてるんですけど、カントナとかに対して、取りきれなかったりとか、弾かれてしまったりとかするシーンがね、あったんで、やっぱもともとの身長は大事なんかなっていうのは思います。やっぱそこでセンターバックの選手として見ると物足りないなっていうのは思いましたんで、なかなかそうですね、B には上げきれなかったっていう風な選手ですね。でそして続いてアレクサンドリーですね。女子選手になります。この人もね、低身長なセンターバックになるので、ちょっと怖い選手になります。オタメンディが結構弾かれていたんで、気にはなるところではあります。なので、もしかするとセンターバックよりかはサイドバックとかの方がいいのかもしれないですね。ただ、プレイサルプラス3つついていて、ジョッキーのプラスとインターセプトのプラスついてるっていうのは素晴らしいですね。ただ予測がないんですよね。でそういう風なところでやっぱ低身長であればあるほど、予測ついといた方が個人的には今作いいのかなって思ったりはするので、そこのプレイサルの予測っていうのは必要な選手だと思いますね。ただ、ビルドアップの面だったりとか自分で運んでいく力っていうのはある程度ある選手かなというふうにも思いますので、まだ使いようはあるっていうふうなことで D には下げなかったっていうふうな選手ですね。でそして続いてウィーバーですね。ウィーバー今作初特集になっていて、海外の方では来てくれて嬉しいっていう人も、何人か、いましたね。速さっていう風なところとスキル5っていう風な部分があるサイドアタッカーになるんで、全然ありだと思います。ただやっぱりめちゃくちゃ速いっていう風なわけでもないので、加速タイプの影響なのかわかんないですけど、追いつかれてしまうっていう風な状況もありました。爆速っていうわけではないので、この人もそうですね、値段は安めなんで、スパサブ枠として使うのが一番生きるかなと思います。ただ決定力もね、高い選手にはなりますし、割とスパサブだったら全然ありっていう風な選手にはなりますね。フィジカルもね、強いっていうのも一ついいポイントかもしれないですね。そして続いてはアルバーですね。こちらも女子選手になります。アルバーもね、結構安いんですけど、使いようはあるかなっていう風に思います。アタッカーとしてっていうよりかは、自分的には 3CM の一角で使うのがいいかなっていう風には思います。守備のプレイスタイルは一つもついてはいないんですけれども、インターセプトとタックルの数値っていうのがかなり高くはなってますんで、なんとか 3CM の攻撃的なところだったらありだと思います。普通にペースも90ありますし、決定力もね、ある程度あって、パスもね、うまくって、ドリブルも
軽い選手でフィジカルもねあるので、割と頑張ってくれるっていう風な選手。あとはロングパスのプレイサルプラスついてますし、今週もねついてる。カーブ値低いんですけど、このプレイサルプラス2つっていうのはいいのかなと思いますので、3CM の一角だったらありだというふうには思いますね。続いては B ですね。B はですね、クラウス、そしてロビンソン、目標できましたマッキンですね。この3名を入れました。まずはクラウスですね。クラウスはね、プラスにされれば、そうですね、A ランクに行ってもおかしくはないぐらい、ちょっと迷った選手にはなります。かなりね、能力以上に強さを感じる選手にはなりますので、結構おすすめな右サイドバックになりますね。リーグワン、ただリーグワンのね、右サイドバック、ムキエレが来てしまったんで、そこに食らいついていけるかどうかっていう風なところにはなりますね。ただ、ムキエレと違うところは、身長が、低めなんで、結構運んでいきやすかったりとか、よりスピード感を感じれる、そんな選手にはなってますね。インターセプトのプラス、あとはブロックのプラス、容赦なしのプラス、3つね、プレスとプラスついてますし、予測とか、クロスのやつとかね、パス面とか、クイックステップついてますんで、割といい選手。あとは本当に能力以上のところが、能力もしっかり伴ってくると、よりね、強くなれるかなっていう風なところですね。逆足4っていうのも素晴らしいですね。そして続いては、ロビンソンですね。ロビンソンもね、結構強くなったなっていう風な印象を受けます。ただフラムがどうですかね、プラスにいけるのかどうかっていうところにかかってると思います。普通に使える選手になりましたし、全然強いなって感じる場面はあると思います。特にラピッドのプラスとブロックのプラス、いいプレイスタイルプラス2つついてますので、割といいかな。あとはそれこそね、予測とかこの人もインターセプトとかブルーザーとかシーメンのところがね、ついてたら、よりね、いいかなっていう風には思うんですけど、サイドバックとして使うんだったらありだと思いますね。そして続いてはマッキンですね。目標で取れる選手のレベルではないですね。この人もプラスにされれば、なかなかいい選手になれますし、少し懸念をしていた冷静さの部分もですね、元々の数値で86まで上がりましたんで、結構いいなと思います。で、予測のプラスとね、パス面のプラスついてますし、本当攻守にわたって、献身的なプレーができる選手になるんで、バランス取る役割としての中盤で使えると普通にいい選手になります。あとはアストンビラっていう風な、ことでですね、2勝と8ゴール、ワンチャンいけるかなっていう風にも思いますんで、ちょっとプラス2を期待して目標で取ってみるっていうのもありだと思います。そして続いては A ですね。A はですね、ロメロ、そしてロフタスチーク、クドゥス、ビセック、ハフィーニャ、ソボスライ、インカピエ、ザハ、女子選手、サントスと、この選手たちを A に入れました。まずはロメロですね。ロメロもね、かなり強化をされましたね。本当に逆足さん以外はっていう風な、ところですね。逆さんがやっぱちょっと気にはなってしまう場面はあるかなっていう風なところですね。ペースも十分ね、高くなりましたし、守備力もフィジカルも強くって、あとはね、積極性がね、99あるっていうのも、自分的にはセンターバック積極性ある方が、好きなんで、それでちょっと PK 取られやすかったりとかもするんですけど、足を出さない方がちょっと、って思ってしまうんで、ここの積極性が高いっていうのはいいのかなと思ってますね。あとパスもうまいですし、リアクション冷静さもかなり高くって、こっからプラスにされたら、ね、めちゃくちゃ強くなるんじゃないかって、期待をしてしまう選手ですね。予測のプラスとか、あとはヘディングパワーヘッダーのプラスもついてますので、いいなというふうに思います。そして続いてはロフタスチークですね。ロフタスチークもめちゃくちゃ強くなったなって思います。逆足5にもね、なってますし、本当に攻守万能なでかい選手っていう風な感じですね。なので中盤の選手ね、でかくてもいいっていう方はロフタスチークはめちゃくちゃ合うと思います。それこそフリットとかヤートゥーレとか、そういう選手を使えてるって方は同じように、使える選手ですね。またプレイサルプラス3つついていて、パスメンとインターセプトとブルーザーがついてるんで、結構いいですよね。で、あとは予測とか、
ついてますし、ロングパスもついてますし、ティキタカもついてるし、本当にでかいんですけど、繊細なタッチっていうのができる選手になります。若干ドリブル、敏捷性バランスがね、低かったりとかはするので、持ちすぎには注意なんですけれども、非常に強い選手にはなりますね。でそして続いてはクドゥスですね。クドゥスも結構強くなったなって思います。44、逆足ですかね。が3から4になったっていう風なことで、44のサイドハーフで良ければ、めちゃくちゃいいと思います。あとはプラスね、にされていければっていう風なところにはなるんですけれども、特にラピッドのプラスとクロスのプラスっていうのは非常にでかいですし、ほんとサイドを切り裂いてクロスまで持っていける選手になりますね。あとは決定力っていう風な部分でも、レースはもうちょっと欲しいですけれども、シュート能力も高くはなりましたんで、ある程度は全然決めれるかなっていう風な選手になりますね。で、ちょっと守備もできるっていうのもいいポイントですし、単純なスピードっていうのも速いので、ここからのアップグレが楽しみですね。そして続いてはビセックですね。ビセックもね、めっちゃ強くなってますね、これ。TOTS のカードになってかなり強くなりました。ビセック今作以外にもね、人気というか、使われているかなっていう風な選手になるんですけれども、こういったも逆足さんは少し残念ですね。ただ、パス能力がむっちゃ高いので、ある程度は大丈夫かなっていう風には思います。あとはプレーサルプラス3つついていて、ジョッキーのプラスとブロックのプラスと容赦のプラスめちゃくちゃいいなっていう風には思います。あとは本当に予測がついていればっていう風なね、選手にはなるんですけれども、ただ空中戦めっちゃ強いので、コーナー上手い人だったらビセックからめちゃくちゃ点決めれるかなっていう風に思いますし、そういう空中戦のね、脅威さっていうのも、加味を、してここに入れてます。そして続いてはハフィーニャですね。ハフィーニャスキル5になってますし、能力ももちろん高くなってます。で、プレイサルプラス3つついていて、ループのプラスは自分的にはいらないんで、クイックステップのプラスとテクニカルのプラス、ここ非常に素晴らしいなというふうには思います。あとはラピッドもついてますんで、ほんとこの人もドリブラーというか、ドリブルめちゃくちゃ軽くって、速さもあって、抜き去る力っていうのがすごく高い選手になってます。あとはパスもうまくって、シュートもね、決めきれるっていう風な選手になりますね。で、積極性とかも高いっていうのはいいなと思いますし、バルサっていう風なことプラスにね、いけるんじゃないかなって思いますので、もしプラスにされると、よりね、またトップクラスの選手になれると思いますね。そして続いてはソボスライですね。ソボスライ44から変わらなかったですね。どちらか5にして欲しかったなっていうのは思います。あとは自分自身、ちょっと希望を持っていた今週のプラスがついていたらなっていうのは思っていたんですけど、今週つかずっていう風なことで、トリベーラのままっていう風な感じですね。ですけど、ロングシュート値カーブ値むちゃくちゃ高いんで、白で一応今週ついてるんで、打っていってもいいかな。遠目から今週打っていっても全然ありだと思います。基本的にはイメージとしてはちょっと守備ができなくなったというか、弱くなったデブライネみたいな感じですね。ほんとシュートに関してはデブライネ並みに決めてくれる選手にはなってますし、パスもね、かなりうまいので、結構ありだと思います。あとはスピードもね、速いので、2列目、3列目から飛び出していけるっていう風な選手でもあるので、なかなかいいかなと思います。超攻撃的な CM だったら自分はありですし、ドリブルも改善はされてるので、なかなかいいなというふうには思います。そして続いてはインカピエですね。インカピエ逆足さん、この人もちょっと残念ではありますし、プレイサルプラス、レバークーゼの選手だからね、やっぱり3つつけて欲しかったところではありますけど、2つというふうなことになってます。この人もね、ビセック同様に予測がついていれば、より強くなれたっていうふうな選手になります。ペースに関してはもともと90まで上がりましたんで、かなりいいなと思います。速さに関しては全く問題がなくって、裏抜け対応しっかりできますし、またレーサーもね、90まで上がってます。で、守備能力、フィジカル能力も高くって、リアクションも高いっていう風な選手になりますね。あとは身長ね、そこまで高くはないんですけど、ジャンプがカンストしてるかなっ
っていうふうに思いますんで、頑張ってはくれるっていう風な選手になります。あとは左利きっていうのもね、結構センターバックいいなと思いますので、あとはレバークーゼン。まだ、優勝は決まってしまいましたけど、多分残り試合で、そんなに手を緩めるっていうことはないとは思いますんで、2勝と8ゴールやってくれるんじゃないかなと思いますので、プラスに行きたいですね。そして続いてはザハですね。ザハもかなり強くなりましたね。逆足が4になってます。あとはクロスのプラスとクイックステップのプラスっていうのはでかいなと思いますし、テクニカルラピッドもついていると。で、やっぱりドリブルはすごくしやすい、選手にはなりますし、あとは単純な速さっていうのもあります。ダッシュだけで置いていける場面もありますし、でかさもあるんで、ちょっと追いつかれてもフィジカルで、グリッドを押し返す力もあります。で、シュートもね、しっかり打てるように、決めきれるようにもなってる選手になりますんで、なかなかありですね。あとはケミ的な部分で、合わない人がね、多分多いと思うんで、相手に見ることはそこまでないかもしれないんですけれども、ここからね、プラス2上がり、される可能性もあるかと思いますので、結構いい選手、強い選手にはなりますね。そして続いてはサントスですね。女子選手になります。多分値段は20万も多分しないと思うんですけれども、非常に実力はある選手になりますね。55っていう風なことは素晴らしいですし、ラピッドのプラスと今週のプラスがついてるっていうのはいいですね。ただカーブ値がちょっと低いんで、今週が入らない時も、あるんじゃないかなっていう風には思います。ただですね、守備能力もね、高い選手にはなりますので、3CM の一角として、かなりトップクラスの選手だと思いますね。ペースも91ありますし、ほんと速くて軽くて、すばしっこくて、攻守にわたって動けるっていう風な選手になりますね。なかなかありで、それこそケミが難しいだけっていう風な選手ですかね。ケミが合えば、というか多分男子選手で、ケミが組みやすかったら多分もうちょっと値段は高かったかなって思い、30、40いっててもおかしくはない選手かなと思います。あとは女子選手のアトレティコっていう風なところが、そうですね、プラス2上がりいけるんじゃないかなと思ってはいますので、こっからプラスにされたらね、この人また強くなれるなっていう風に思います。そして続いては S ですね。S はですね、SBC で来ましたハバーツ、そしてモドリッチ、ブルーノ・フェルナンデス、ジェレミー・ドク、サン・マキシマン、この5名を入れました。まずは SBC で来ましたハバーツですね。ハバーツ十分強いなと思います。このライブ TO テストの中で S に入ってても自分はおかしくない実力だと思いますね。特にテクニカルのプラスっていうのはありがたいなというふうには思います。ドリブルの重さっていうのがこれで若干は、改善をされますし、本当に他はもう結構完璧に近い選手だと思います。スピードも速いですし、守備能力が特にめちゃくちゃ高くなってるので、本当に足を出してくれたりとか、結構もともと身長が高いですし、フィジカルでゴリッといってくれるシーンもあったりしますので、攻守万能になったな、本当に強くなったハバーツが来たなっていう風な感じですね。自分的にはね、アタッカーで使うっていうよりかは、中盤だったりとか、LB 起用も全然ありだと思います。普通に守備はできるんで、そのところで、ユーティリティ性がね、あるっていう風なところも一ついいポイントにはなりますし、個人的には作っても、普通にありな選手だと思います。そして続いては、モドリッチですね。モドリッチ。ライブ TOTS の中で一つね、目玉の選手かなというふうには思いますし、55になってるっていうところも大きなアップグレードかなと思います。また予測のプラスとテクニカルのプラス、あとパス面ね、ついてるっていうのはいいなと思います。パス面のね、プレースタイルはいらないっていうぐらいもともと能力むっちゃ高いんで、特に予測とかテクニカルっていうのがすごく大きいのかなと思います。冷静さはね99ですし、敏捷性バランスも99で、本当にドリブルむちゃくちゃしやすくって運べるし、パスもうまくってシュートも全然決めれるっていう風な選手で、ペースも87まで上がってはいますので、めちゃくちゃ強くなりました。で、あとは守備面に関しても本当に AI の賢さだったりとか、そのボディコントロールを活かして、フィジカルがそこまでないんですけれども、なんか取り切れる力っていうのもあったり、します。スタミナも97で1試合ね、持ちますし、ここから
プラス2上がり、される可能性も結構高いかなって、思いますので、最後まで使えるモドリッチが来たなという風な印象ですね。そして続いてはブルーノ・フェルナンデスですね。ブルーのスキル5逆足4になってます。これはやばいね。この選手もまあ一つ目玉かなと思いますし、特にね、まあ逆足も一緒に上がったっていうのはいいんですけど、スキルがね5になったってことで、よりねこの人の攻撃性能が高まりましたね。シュートが上手い選手にはなりますので、そこで中盤から上がってきて、スキル5で自分で剥がして決めきるっていうこともできるようにはなりましたんで、めちゃくちゃいい選手になったなと思います。あとはペースの部分だったりとか、敏捷性だったりとかの部分が、そのライブっていう風なことでプラス1か2かされれば、すごくいいなというふうには思います。あとは今週のプラスとテクニカルのプラスなんかもついてますんで、めちゃくちゃいいなと思う。普通に強いなっていう風に思いますし、またちょっとね、トップメタのブルーノが帰ってきたなと思いますね。そして続いてはドクですね。ドクが多分一番ライブ TOTS の中では値段が高いかなと思います。多分一番の大目玉の選手だと思いますね。スキル5逆足4になってます。フューチャースターと一緒かなにアップグレードされてますし、能力はかなり高くなってます。ペースはもうカンストしてますし、冷静さも93までいってます。決定力も高くって決めきる力がしっかりありますね。で、パスもうまけりゃ、フィジカルもちょっとあって、ドリブルむっちゃ軽いっていう風な選手になります。本当に細かさがあって、そっからの加速力っていうのもあるんで、まあ止められないですね。で、さらにこのペースのカンストとラピッドのプラスもついてるんで、めちゃくちゃエグいんちゃうかっていう、本当に速さっていうのがありながら、速さでかわした後もクオリティを見せつけられるっていう風な選手になりますんで、えぐいでしょこの人は。で、さらにこっからプラス2上がり全然ありえると思うんで、シティなんで、それこそ優勝かかってるんで気抜けないと思うんで、余裕で2勝と8ゴールできるんじゃないかなって思います。あとはドクのいいところは両サイドできるっていうところもいいですね。 LW と RW どっちにも置けるっていうところもいいポイントにはなりますし、値段がする理由もわかるなっていう風な感じですね。そして続いてサンマキシマンですね。サンマキシマンも強くなりました。それこそ5-5になってます。逆足が4から5になっていて、ともに5ですね。で、クイックステップのプラスが結構でかいかなって思います。で、意外とロングパスのプラス、アタッカーとしてはそこまでいらないかもしれないんですけど、ありがたいっちゃありがたいプレイスタイルプラスになってますね。で、それこそこの人もドリブルむちゃくちゃ軽いですし、速さもしっかりあるっていう風な選手になります。で、ちょっとフィジカルもあったりとかしますし、パスもある程度出せるようになってるっていうところもいいポイントになりますね。使用感抜群な選手になってますし、ここからのアップグレプラス2が楽しみですね。こちらがライブ TOTS ティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。